見本はどっちになってる？あ、書いてない。なんてこった。見本書いてないね。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのセリアさんのレシピ付き刺繍図案プリントクロスのガーデンから3番フラワーブーケを作っていきます。で、こちらのセリアさんの刺繍図案プリントクロスはサリンジャーのめぐママさんからプレゼントしていただいたものです。めぐママさん、本当にありがとうございます。で、めぐママさんからこれの他にもあと3つぐらいこのプリントクロスのシリーズをいただいておりますので、前回公開したチェーンステッチの動画2本と合わせて再生リストを作っておきますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてチャンネル登録やいいね評価いつも本当にありがとうございます。それでは早速作っていきたいと思うんですが、なんかこうやって見ると今回後ろに接着芯とか貼ってなさそうな気がするので、前回みたいなミスはないはずと信じております。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回の内容というか、今回入っていたものがこちらの図案がプリントされている布が入ってました。で、めぐママさんからこちらの、これもセリアさんかなの刺繍糸もいただいていましたので、このね、緑とか赤とかピンクとか青とかも使っていきたいと思っております。とりあえずどうしようかな。この図案を見るとこの緑系は多分使ってるでしょ。で、このなんかなんて言えばいいんだろう、ローズマリーみたいな葉っぱは青っぽく見えるけど、どうしようかな。これは青じゃなくてまた別の手持ちの色にしようかな。で、このリボンは赤で刺してあるけど、サリーピンクで作ってみようかなって感じですちょっとね、アレンジも入れつつ手持ちの糸も使いつつ、この糸も使わせていただこうと思います。はい、そしたらさっきね、接着芯いらないかなと思ったんだけど、接着芯ね書いてあったけど、やらなくてもいいかなやらなくてもいいかなって気がするので、サリーは今回このままやってしまおうと思います。とりあえずこの印刷されてるのが熱じゃなくて水で落ちるタイプの印刷みたいなので、一旦このシワを伸ばしてから刺繍枠はめて刺繍をしていきたいかなと思います。でね、今回登場する刺し方がアウトラインステッチ、レゼーデージーステッチ。あれ、レゼーデージあるレゼーデージ書いてあるけど、あるか。葉っぱの部分かな、もしかして。どこだろう。でも葉っぱも違うように見えるけど、まあいいや。とりあえずレゼーデージとバックステッチ、サテンステッチが一応ね、刺し方が書いてあるので、そこら辺は使うんじゃないかなと思います。わかった。これがレゼーデージなんだ。ってことはさ、結構これ緩めだね。これ見本絶対レゼーデージじゃないでしょ。見本明らかにバックステッチっぽいんだけどこれなんかバックステッチとかアウトラインステッチに見えるんだけど、多分この大きさのレゼーデージ無理だと思うので、アウトラインステッチにしようかなはい、そんな感じでちょっとね、アレンジもりもりで作っていきたいと思います。よし、じゃあまずはアイロンしてこの折れじわを直して枠をはめていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで折れじわをアイロンで伸ばしてきたので、枠をはめようと思ったんだけど、その前にここら辺結構ほつれてきてしまうので、ちょっと今回接着芯をちょっと省略しようと思って、その分このほつれ止め液でここら辺を補強しておこうと思います。ほつれないようにちょっと対策をね、練っておきたいと思うので、さっき入ってたこのビニールとかを下に敷いて、でここに塗っていってあげます。これね、端っこの部分だけ塗れれば十分なので、そこをちょっと4辺ぐるっと塗ってから刺繍に入りたいと思います。はい、じゃあまだちょっとカメラ通すとどうかな、ちょっと乾いてないところもあるけど、こうぐるっと4辺全部ほつれ止め液が
塗れたので、早速じゃないね。ようやく刺繍に入っていきたいと思います。まずはこのリボンと茎が集まってるところから刺していきたいと思うので、よいしょ。その部分に枠をつけて、よいしょ。ピンと貼ってあげて始めていきたいと思います。で、今回このね、刺繍をするにあたって何本取りとか何色とかそういう指示が全くないので、結構こっちに書いてある刺し方を参考にしながら、でもね、多分その通りに刺してなかったりしてるっぽいので、自由に刺していっていいんじゃないかなと思っております。よし、じゃあまずこのリボンを、でもな、どうしようかな。赤も可愛いよね。赤にするか。じゃあ赤色で刺していきたいと思います。何本取りがいいかな。3本取りのリボンはバックステッチの指示が一応あるので、3本取りのバックステッチで刺していきたいと思います。よいしょ。もうちょっとピンと張ってからやりたいと思います。はい、じゃあ赤を3本取りで取ってきたので、バックステッチでこのリボンの部分刺していきたいと思います。で、特にどこから刺すっていう指示がなかったので、好きなところから始めていいんじゃないかなと思います。ので、サリーはこのね、一番真ん中のところからやっていきたいと思います。なんかあんまりピンと張れないかも。いいか。じゃあバックステッチでひたすらリボンの部分を刺していきたいと思います。なんかさ、100均の糸ってサリーあんまり使ったことが今までなかったんだけど、多分ね、セリアさんのキラキラな刺繍糸を刺し子の時に使ったかなくらいだったと思うんだけど、なんかやっぱりツヤというか、そういった部分はいつも使ってる DMC さんとかコスモさんとか、そっちの方がやっぱり光沢みたいな部分はあるのかなって思うんですけど、でもね、こうやって刺しててもそんなにすごい引っかかるってわけでもないし、なんか刺繍を最初始めてみようかなっていう初心者さんとか、ちょっとぐらいしか使わないよっていう方は全然100均の糸ありだと思います。これ多分セリアさんの糸なんだけど、全然ありだし、なんか刺繍を結構やってるっていう人でも、なんか刺繍の図案によってはあんまり光沢出したくないんだよなとか、ちょっと色の雰囲気が今持ってる手持ちだとあんまりうまいことをさせないかなっていう時は100均の糸でもありかなと思います。本当にツヤのありなしぐらいな気がするので、本当に用途に合わせて100均を混ぜて使うっていうのはかなりありなんじゃないかなと今ね、刺しながら思ってました。全然こんなに刺しても全く引っかからないから、そんなに品質が悪いわけでは全然なさそうです。よし、こんな感じ。全然ね、本当に刺しやすくていいと思います。じゃあ最後まで全部このリボンの部分刺していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでリボンの部分が全部刺せました。そしたら次はここの茎が集まってるところを刺したいと思うんですけど、それぞれのこう来てるところ、どの茎かっていうのをちょっと見定めながら色を変えつつ刺していきたいと思います。で、この茎の部分は全部アウトラインステッチで刺していこうかなと思います。どうしようかな。2本取りのアウトラインステッチでそれぞれ刺していこうかなと思います。で、色はどうしようかな。せっかくいただいた糸があるので、この2本は使いたいんですよね。なので見本だとここの葉脈がついてるこの葉っぱは濃い色になってるので、こっちの糸で刺し
でこっちのただの双葉みたいになってる方はこっちの薄い方で刺そうかな。でちょっとねここだけだと分かりづらいんですけど、このなんか長細い丸猫じゃらしみたいなやつは黄色っぽいので刺しているので、どうしようかな。完全な黄色ってわけじゃなくてちょっと茶色っぽい、黄色みが強い茶色っぽいのでこれにしようかな。コスモさんの772番の糸で、このなんだろう、ローズマリーみたいなこの糸はちょっと青っぽいような感じ、ちょっと青みがかった緑っぽい色かなって思うんですけど、どれがいいどれがいいかな。緑、わかった。逆にだよ、こっちの双葉をこっちのちょっと明るめの DMC さんの967番にして、このローズマリーみたいなこういう葉っぱの方をこっちのいただいた522番の糸で刺していこうかなと思います。よし、じゃあ方向性が決まったところで、とりあえずまずはこの茎の部分、どこの葉っぱの茎かを見定めながらアウトラインステッチで全部刺して、でそれからこの枠を移動させつつ他のところも刺していきたいと思います。よし、じゃあ最初はこの黄緑からいきたいと思います。なのでこの葉っぱの分の茎ですね、ここからだからこうかな、これかなと思うので、まずアウトラインステッチだから口が分かるじゃなくていいか。アウトラインステッチをこの端っこから出してきて、よいしょ、で間からまた出して、でこんな感じで、とりあえずどうしようかな、この枠でいけるところまでいっちゃおうかなと思います。じゃあまず茎をひたすら刺していきます。よし、じゃあここまで刺せたらどうしようかな。もう一本の方に行ってもいいんだけど、いっか、このままその次このリボンの先にまた出して、でどうしようかな。とりあえずこの茎の部分を終わらせちゃおうか。そしたらこのままアウトラインステッチで進めていって、でここら辺まで来たらちょっとこれをずらして続きを刺していきたいと思います。よし、じゃあこんな感じでアウトラインステッチでこの茎の部分が全部刺せました。そしたら次この葉っぱの部分を刺していこうと思うんですけど、一応ねこっちにはレゼーデージーステッチって書いてはいるんだけど、なんかね多分こんなに広いというかゆるいレゼーデージーだとこんなに綺麗にならないし、見本のね写真はねこれアウトラインステッチで刺してるっぽいように見えるので、サリーもアウトラインステッチで刺そうかな。もしくはこのカーブがね結構ずっとあるのでバックステッチでもいいかなと思います。どうしようかな、バックステッチにしようか。そしたら今ここにいるのでこっちからこうバックステッチで葉っぱを刺しながら下の方に戻っていきたいと思います。よし、じゃあここから始めて8の字を描くようにまずはバックステッチで葉っぱを刺していきたいと思います。はい、じゃあちょっと今枠があって見づらいんだけど、さっき刺してたここの分とあと同じこっちの葉っぱも刺せました。でこっちとこっちで個体差を出したいなと思って、こっちは2本取りで刺したんですけど、こっちの方は3本取りで刺してあります。そしたらどうしようかな、次葉っぱこれを刺そうかなって最初思ったんだけど、ここにねこれがちょうど全部これ下までいってないのでここで刺し終わるんですよね。なのでこっちを先に刺してから、こっち刺していこうかなと思います。でこれはこっちのコスモさんの刺繍糸のどうしようかな、こっちの方が同じのがこっちにあってこっちの方がちっちゃいけどいっか、こっちも2本取りでこっちの同じやつを3本取りでやってみようかなと思います。でここの茎
茎の部分はアウトラインステッチでいいんですけど、こっちの中身の方、この猫じゃらしみたいな方はサテンステッチで刺していきます。で、一応ね、見本はこう斜め向きにサテンステッチをしているようなので、サリーもそんな感じで刺していきたいと思います。よし、じゃあどうしようかな。まずはここから始めて、2本取りでアウトラインステッチで2本取りでサテンステッチって形で刺していきたいと思います。よし、じゃあアウトラインステッチで茎が刺せたので、これ斜めにやっていこうと思うんですけど、どうしようかな。適当にちょっとガイドをつけながらやっていこうかな。できるだけ角度は揃えたいよね。こんなもんかな。ちょっと最初にある程度ガイドを決めつつやりたい。よし、こんな感じでガイドがさせたので、あとはこの間を埋めていけばいいだけなはず。まあまあいい感じかな。じゃあこんな感じで全部刺していきたいと思います。よし、こんな感じかな。すごい綺麗に仕上がったんじゃないでしょうか。なんかこうやって見るとさ、コスモさんの糸が一番光沢がある気がする。ツヤツヤに見える。まあ色の差もあるかもしれないけどね。そしたら次こっち側の猫じゃらしを同じように刺していこうと思うんですけど、やっぱりこっちの方が少しこっちよりも大きいので、こっちは3本取りでやっていこうと思います。よし、じゃあこんな感じでさっき刺してた方もこっちの大きい方も刺し終わりました。そしたらこれをねやった次ここやろうと思ってたんだけど、ここだったら枠をずらさないでそのまま刺せるので、こっちを刺していきたいと思います。で、こっちはいただいたこのセリアさんの刺繍糸で刺していきます。これはどうしようかな。これはこっちの方が大きいからこっちを2本取りにしてこっちを3本取りにしようかなと思います。よし、じゃあ2本取りでここを刺していきます。はい、じゃあこの薄い緑の2本取りに持ち帰ってきました。そしたらこの葉っぱ、この茎も葉っぱのところも全部アウトラインステッチで刺していきたいと思います。で、ここのね茎のところが一回途切れちゃうので、ここからこう刺してここの茎からこう下から上に刺しちゃうと後でなんかどっち向きで刺してたか分かんなくなっても嫌なので、サリーはまずこのワシャワシャーってなってるこの葉っぱから刺していきたいと思います。で、葉っぱをこうだんだん上に刺していって、最後にこの茎を刺しつつここで一回枠をずらして、で続きを刺していきたいかなと思います。じゃあまずはここの下のあたりから刺していきます。よし、じゃあ葉っぱの部分が下からダダダダダッと刺し終わりました。そしたらここの茎の部分に入っていきたいと思います。とはいえね、特に刺し方が違うわけではないので、ここまでこの先っぽまでサクッと刺してあげて、でここまで来たらずらしてまた続きを刺したいと思います。で、ここの重なってるところは特に気にせずにサリーはどんどんこ刺してしまいたいと思います。なんか避けるのもおかしいもんね。普通に横断をしていきたいと思います。はい、じゃあこのローズマリーっぽい葉っぱもこっち側もこっち側も両方とも刺せました。そしたら最後この真ん中の葉っぱの部分を刺していくので、このいただいた方の3051番3051番の糸3本取りで、茎の部分は言わずもがなアウトラインステッチで、この葉っぱの部分はこの外側の部分はアウトラインステッチで、この葉脈の部分、この部分はどうしようかな。ストレートステッチにはちょっと
長い気がするのでバックステッチで刺していきたいと思います。では最後これもひたすらチクチクしていきます。まずね茎からいって、で茎の部分ここ最後までいったら見えるかな、ここの部分の最後までいったらこの上の方の葉っぱからだんだん下がってくるような形で刺していきたいと思います。よし、じゃあここまで最後まで刺せたら、次こっちの葉っぱをアウトラインステッチと、ここは多分 2,3 回でいいかなと思うんですけど、バックステッチで刺していきたいと思います。よし、じゃあこんな感じで葉っぱが刺せたので、残りの部分も同じような形で刺していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでこの葉っぱのブーケみたいな部分は全部完成です。そしたら次、この最後に文字だけ、これはどうしようかな、バックステッチでもアウトラインステッチでもいいと思うんだけど、見本はどっちになってる？見本はね、書いてないなんてこった、見本書いてないね。でもこれ見る限りアウトラインステッチっぽいので、そしたらサリーもアウトラインステッチで刺していこうかなと思います。そしたらここの文字はどうしようかな。そしたらせっかくいただいてるので、こっちの赤と一緒に入ってたピンクでここの文字は刺したいと思います。本数はどうしようかな。この葉っぱより少し太いくらいにしたいかなと思うので、4本取りにしようかなと思います。よし、そしたら枠をずらしてここにセットして4本取りのアウトラインステッチで最後刺していきます。じゃーん、刺繍図案プリントクロスのガーデンの3番フラワーブーケが完成しましたで、図らずもこの糸は DMC さん、こっちの糸はコスモさんで、ここら辺の糸はセリアさんの糸で刺してみたんですが、こう刺してみるとやっぱりそれぞれの特徴というか、このね色による差というか、そういうところもあるとは思うんですけど、こうね3社比べてみるとやっぱり一番光沢があるのはこのコスモさんの糸なのかなと思います。こうね、ここサテンステッチだからここが一番目立ってるっていうのもあるんだけど、単純にここのねアウトラインステッチのところを見てもなんかね、このコスモさんのが一番光沢があるように見えて、その次 DMC さんなのかなと思います。で、このセリアさんのはそんなに光沢っていうわけではないんだけど、でも色がしっかりこうやって出てきているのかなと思うので、やっぱりこれは好みだったりとか、あと刺繍の色とかこの背景になるような布の色と合わせてどういう風に自分が見せたいかっていうところによって選べばいいのかなと思います。で、あと刺し心地みたいなところで比較するなら、やっぱりちょっと DMC さんとかコスモさんとかと比べるとセリアさんの糸の方がちょっと絡まりやすさはあったかなと思うので、なのでこのセリアさんの刺繍糸を使って刺繍をするときは少しいつもよりも短めに持ってあげるとあんまり絡まずに済むのかなと思いました。はい、それでは今回も皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。で、これまでのセリアさんの刺繍図案プリントクラスの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんと一緒におしゃべりをしたりアドバイスを受けたりしながらみんなで刺繍を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど本当にありがとうございます。それではまた次回の刺繍図案プリントクロスの動画でお会いしましょう。サリーでした。
バイバーイ。また見てねー。